んにちは。こんにちは。今回は意識改革とは何もしないでよかったと気づくことについてお伝えしていきます。意識改革って復縁した人が意識が変わったねみたいによく言う話のこと？そうですね。復縁した皆さんに共通して意識が大きく変わっているなと実感するんですけど、この意識改革について、ちょっと勘違いしている人もいるのかなと思いまして。勘違い。はい。変わるために何かをしなきゃいけないという勘違いです。でもさ、実際そうでしょ。だってさ、潜在意識はそう思うからそうなるですよね。はい。だから彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるっていうシンプルな法則ですよね。はい、そうです。でもさ、実際褒め恋へのご相談でも彼とラブラブの私という思いを決めました。でも、現実に反映されません。どうしてですかっていうお問い合わせが多いでしょ？はい。で、現実を気にしないようにしてくださいみたいに答えるけどさ、実際には現実が気になるわけで、そうなると気にしないようにするために意識を変えないといけないでしょ？いいえ。いいえじゃないでしょ。だって意識改革しないと実現しません。いるるさん。何ですか？褒め恋でいつも何て言ってますか？彼とラブラブという思いを定めたらそこに居続けてくださいねって言いますよね。思いっていうのはあり方なので人それぞれだとは思いますよ。でも思いを決めることそのものは意識改革ではないですよね。特にその別れたとか復縁したいとか思った時にさ、改めてどういう関係でいたいかっていうあり方を決めるわけですから、思いを再確認するっていう感じの人も多いんじゃないかと思うんですね。はい、そうだね。彼とラブラブでいたいって思う人がほとんどだと思うから、意識の確認とか意識をより強化する感覚な気がします。でもさ、ならなんでめぐるは復縁した人に共通して意識改革が起こってますみたいな言い方をするの？そこにいればいいって気づいたことを意識改革と捉えているからです。そこ。はい。どこですか？彼とラブラブで幸せな毎日という思いですよ。いや、だからそう思ったつもりでもすぐ現実が気になるって言ってるんですよ。だから彼とラブラブと思ったらその思いに居続けることが意識改革なんですよ。正確に言えば思いに居続けるだけでよかったんかって気づく感じです。そっか。現実云々関係なかった、思いにいればよかったっていうことに気づくっていうことか。そうそう。確かにどうしても現実で答え合わせしちゃう人にとっては現実関係ない、思いにいればいいだけだって気づくって意識が変わるのと同じだね。激変ポイントです。現実ばっかり見ていた人にとっては意識改革ばりに違うはずです。でね、彼とラブラブって思いって今思うだけじゃないですか。はい、そうだね。でもさ、彼とこれからどう生きていきたいかあり方を決めるときは、ちょっとは時間かけて考える人はいるはずだよ。だからもちろんそうなんですけど、彼とラブラブになるために思いを決めるために何か準備しなきゃいけないってことは何にもないじゃないですか。だって今この瞬間に決められるものでしょ。そうだね。そういう意味で思いを設定するだけだったか、あとやることなかったかっ
って気づくのが意識改革だと思うんですけれど、よく考えたら意識改革するほどのことは何もしてない。そういう意味で改革だって思ったんですよね。わかりますかね？なんかちょっとややこしいけど、でもさ、そうは言ってもそう思うからそうなるに居続けられない人は、どうしたら彼とラブラブっていう思いに居続ければいいんだって気づくんだ。それはですね、先日ツイッターにも書いたんですけど、2つあるんですね。2つ。はい。1つはノートに書く、アファするとか、メソッドをやりまくるっていうものですね。いつしかメソッド側が真実になり、彼とラブラブな私にスライドする。もう一つは真逆で、何もしないでよかったことに気づく。ノートもアファも放り投げ、ただ彼とラブラブでよかったと気づく。どっちも叶った状態である意味では矛盾なく共存します。あれでもさ、めぐるはメソッドはいちいちしなくていいってよく言うよね。もちろんです。でもさ、ただ彼とラブラブでいればよかったんだって気づくまでの間にアファするとか何かに書くとかメソッド的なものをやった方が向いてる人もいると思うんですね。そうだよね。いきなりただラブラブでいてくださいとか言われてもはって感じになる人もいるだろうしね。そもそもやっちゃいけないことなんてないもんね。そうですね。ただめぐるは面倒だからやらないで、そのまま叶った立ち位置にいる方が楽だからそうしてるって感じです。はい。メソッドをすることも最初から彼とラブラブっていう思いに居続けることも、どちらも最終的には彼とラブラブって立ち位置に立つことには変わりないってことだね。そうです。でさ、メソッドしまくって結局はなんだ彼とラブラブで幸せな私っていう自分が決めた思いに居続ければいいんだって気づくことって、要は何もしなくてよかったんだってことに気づくことだと思うんですね。そっか。そこが意識改革になるんだね。はい。だから意識改革とは何もしなくてよかったことに気づくことというわけになるんです。なるほど。大事なのは彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるっていう部分ですね。で毎回同じことになるね。はい。毎回同じでいいんです。たくさんの人が一貫性があっていいぞってお便りをくださっているので、そうします。はい。ぶれないでいいねっていう意味で受け取っておきましょうかね。はい。では今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。